テルスアームカスタム1911、選ばれたのはどれでしょう。見ていきましょう。ステルスアーム、覚えている方はどれぐらいいるかわからないですけど、こちら1000人記念の時に募集した視聴者さんのデザインを、実銃にしようという企画のもとで作ってもらいました。応募は5人だったので多くはなかったですけど、1000人でやるような企画なのかで聞かれたら、多分もっと待った方が良かっただろうとは思いますけど、自分そこまで続けるかわからないので、こちらを1000人でやらせてもらいました。実際のところ6ヶ月かかると言われたんですけど、実際1ヶ月できました。なんでそんなに早かったのかとは思いますけど、早かったことに関しては嬉しいので別に何も問いません。どれが選ばれるか見ていく前にこの中身簡単に見ていきたいと思います。こちらの中身、このコードロック、マニュアルですね。これ、このステルファームのマニュアル、これはほとんど誰も読まないと思います。こんな薄っぺらいものでいいんでしょうかね。次についてくるのがなんとこちらグロックマガジン2個ついてきますね。17発のグロック17用のマガジンですね。これはオレンジなジェン4かジェン5の、マガジンみたいですね。これジェン3に入るんですかね。後で試したいと思います。そしてこちらに入っているのが、パレプスの1911 9mm の1911ですね。さあどれを選んだのか見ていきたいと思います。選ばれたのはこちらです。カエンタケさんのこの黒と赤の1911、なぜこちらを選んだのか。はっきり言ってすごくシンプル感、この赤と黒のコントラストが気に入りました。デザインもシンプルなのでこちらを選ばせていただきました。カエンタケさん、本当このデザインありがとうございます。こう見てて本当すごくいいデザインだなと思います。反対側こうなっております。これは後で分解するんですけど、それは、部屋の中でやりたいと思います。ここで分解しても見えないと思うので、細かいところは中で見ていくんですけど、やっぱりこの仕上がりすごくいいと思いますね。最初見た時すごい色のコントラストが思った以上に出ていたのですごいと思いましたね。スクリーンで見るとこの赤と黒のコントラストそこまで分からなかったんですけど、こう実際本物を見てこう見てるとすごくいいなとのも思いましたね。他のデザインもすごく良かったのです。どれを選ぶかがすごく悩みました。悩んだ結果こちらに落ち着きましたね。また今度コマンダータイプで同じ企画やりたいとは思いますけど、当分はちょっとできないかなと思います。こちらの銃決して安くはないので、今度は 45ACP バージョンも作るとか言ってましたし、今はシグの P320 のマガジンが使える1911もあるみたいなので、自分は P320 を持ってないので買うかはわからないですけど、いずれかは欲しいかなとは思います。ひとまずはこちらのパレプス1911、9mm 弾ですごく満足しているので当分は買わないかもしれません。でも、こちらのもうちょっと短いコマンダータイプもあるのでそちらはいずれか欲しいなとは思います。それを購入する時になれば
また視聴者さんにデザイン頼むかもしれないので、その時はよろしくお願いします。それではこちらもうちょっと近くで見ていきたいので、机に持っていきたいと思います。こちらプラティプスの1911ステルスアームの、銃なんですけど、もうちょっと近くで見ていけるようにこちらに中に持ってきました。見かけは実際のところは1911っぽいですよね。ちなみにこちらまだ分解したことがないので、ちょっとワクワク感があります。ちなみにこちらは普通の1911と違ってブッシングがありません。比較するためにこちらのコルトデルタエリート、こちらはこれを押して回すような感じにブッシングが存在します。しかしこちらの、9ミリ弾の1911はそれがないですね。見ていくとだいたい同じかなっていうのはありますね。こちらはモダンなのでレールがありますけど、こちらのマガジンリリースはもうちょっと出てるかなって感じはします。グリップセーフティーもちゃんとありますし、こちらの、セーフティーもちゃんと存在します。こちらのセーフティーはアンビで両方、右手左手両方使います。見ていただくと分かるとは思いますけど、こちらのコルトデルタエリートは、セーフティーのところが A1 モデルなので、確かダックテールって言ったんですかね、な形になってます。しかしこちらはもうちょっとモダンなのでビーバーテールになっております。このビーバーテールの方が実際のところこう握った時にスライドバイトしないので、実際のところはこっちのデザインの方がいいと思いますね。ただ個人的にはこっちのデザインの方が味覚的に好きなので、こういうの1911ばっかり購入しております。他にも外見見ていきたいとは思います。このグリップのテクスチャリング、こう握ると跡が残るほどに意外といいテクスチャリングがついているので絶対滑らないとは思いますね。他にはここにステルスアーム、これが会社名、プラティプスがこのモデル名ですね。オイルがすごいのですごくベッドベトですけど、それは後できれいにしていくとしてすごくこの赤の感じがすごくいいですね。ちなみにこちらステルスアームス、会社名ケリナオハイオ USA、 これはオハイオ州で作られた銃。そしてこちらにシリアルナンバーで、作ってもデザインしてもらった人の名前を入れております。カエンタケ01と書かれております。01は番号を入れないとダメだったので01と入れました。カエンタケさんはこの銃のデザインしてくれた人の名前をシリアルナンバーとして使わせていただきました。スライドはもう本当こちらは10ミリ弾なのでちょっと分厚いというか、45SEP でもそこ厚いのでそこまで変わらないとは思うんですけど、こちらは9ミリ弾なので、細くなってる感じはしますね。こちらは普通の1911はこのネジを外してグリップを交換できるんですけど、こちらはそれはできません。トリガープルはすごく軽いです。こちらはカスタムで好きなグリップの重さを決められるんですけど、本当いい感じにトリガーの重さもあります。リセットは本当ダブルアクションもいいんですけど、やっぱりこういうシングルアクションの銃にしかないこのトリガーの良さってのはすごくありますね。この赤のアクセントでこのロッドも赤くなっております。本当この黒と赤のコントラスト、個人的にはすごく気に入っておりますね。マガジンリリース、なんというかもう本当さすがコンペティション用の銃だという感じにすごく押しやすいですね。
コンペティション用の銃ではありますけど、自分はこのデザインでサイトをつけれないものになっております。今度サイトつけられるものも購入したいかなとは思いますけど、まあそれは今後考えていくと思います。中身も見ていきましょうか。分解するにはこれ普通の1911と同じで、こうスライドを下げてスライドを前に動かします。こう見ると本当1911とそう変わらないかなってのはあります。このガイドロッドがある地で、こちらのコルトデルタエリートの方はガイドロッドがないんですけど、これはあるので、どっちかといったら自分のカスタムされたガバメントのに似てるかなってのはあります。これの外し方は普通の1911とは違うみたいですね。ちょっとマニュアル見てみます。このガイドロッドを外すにはこちらの六角レンチでこちらを回すと、こちらのガイドロッドがどんどん離れていきます。そうすると、ガイドロッドとスプリングが外れます。これはブッシングですね。そしてそこからこちらのバレルが外れます。ちょっときれいにしつつ見ていきましょうか。新しい銃っていうのは本当こうオイルがギットギトなので、ちょっときれいにしていきたいと思います。見てみると実際のところもう本当フレームは1911だなってのは感じがします。ただ唯一違うと思うのはこのグリップアングルが微妙に違うって感じですかね。まあもちろん微妙なのでちょっとわかるかわからないですけど、何しろグロックのこのグリップアングルは1911とは違うので、数度角度があります。中身はフレームの方は本当他にはこう1911という以外ではそこまで特徴があるとは思わないですね。まあ本当グロックマガジン使うこと以外ではもう本当この中身は1911だなっていう感じはします。バレルは本当1911、ただなんとなくここでちょっと広がってるかなっていう感があります。画面で映るかはわからないですけど、こう来てここでラッパーのように広がっております。ここにはなんて書いてあるんでしょうかね。なんか数字がいっぱい書いてありますけど、どういう数字かはちょっとわからないです。まあ9ミリなので、覗いてみれば、まあ、9ミリの穴だなっていうのが分かります。スライド本体、スライド本体は本当、こちらのカットアウトがある以外は1911かなっていうイメージですね。ここにもなんかいろいろ番号が書いてありますけど、その番号はどういう意味かはちょっとわからないですね。まあ全体的に見れば1911だなというのはあります。こちらはブッシングですね。一応マニュアルではこのファイアリングピンも取れるみたいです。
自分はちょっと今はやらないですけど、コルトの1911用意しました。こう見比べてみると本当そう変わらないなとはありますね。唯一の違いというのがこちら、コルトの1911、ここにフィーディングランプがあります。プラティプスの場合はここにフィーディングランプがありません。こちらのバレルにフィーディングランプがついております。こちらはドロップセーフティのが見当たらないんですよね。ないですね。てかすごいですね。ちょっと見えるかわからないですけど、ファイアリングピンがここまで出ます。こちらはドロップセーフティがないですね。1911にはないのは普通なので、これは1911をガバメントを再現してるのかなっていう、気持ちはありますね。こちらの部分は本当こう1911とそう変わらない、他のガバメントと変わらないかなってのはありますね。大体そのぐらいですかね。本当思った以上にガバメントだなっていう気持ちはあります。戻していきたいとは思います。初めてなのでうまくできるかはわからないですけど、まずバレルを前から入れて、そしてブッシングを中に入れます。そうするとこちらのリコイルスプリングとリコイルロッドを入れていくんですけど、やっぱバネが硬いとは思いましたけどね、バネは。こういう感じに入れていきます。そして後ろから押してあげて、リコイルスプリングのネジを締めてあげれば、リコイルスプリングは固定されます。そしてスライドをフレームに入れて、そしてこちらのピンを中に戻してあげれば問題なく作動します。こちらは実際のところは1911と呼んでいますけど、実際のところは2011 2011に当てはまります。2011は本当1911のアップデート版っていう感じで、存在するので、ダブルスタックでもあり 9mm でもありっていうものが大体の1911ですね。この動画は少々長くなったので2部に分けたいと思います。次回の動画はこちらを打っていきたいと思いますので、次回の動画をお楽しみください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。